っていうまで私の方を撮影しないでもらっても大丈夫ですか？ダメだよ。ダメだよ。そうです。秘伝がちょっとあるので。今日本にだいたい170人から190人ぐらい、その中でもこうやって製鉄からしてる刀鍛冶っていうのは3人ぐらいなんです。よいしょ。その中でもおそらくナンバーワンの回数、実力を備えてるっていうのがうちの妻です。もう一杯入れる？うん、送風したい。OK。25。このトータルしてだいたい12時間、たたら製鉄はやっていくんですけど、炭の大きさだったりだとか、炭を入れる量だったりだとか、あとは砂鉄の量の調整っていうのを火の色だったりだとか、火の中に混じって出てくる火花だったりとか、そういったあと風の音ですね、風の音とかを聞いて、で入れる量だったりとか炭のサイズだったりを判断してます。なるほど。そっちの炭はどう、うーくん？あんまり良くないよ。なんか落差が激しくない？いいやつはめっちゃよくてみたいな。だから最後なんか急に頼んだじゃん。うん。それで用意しきれんかったんじゃない？そうかも。年末やったしね。炭はそれももちろん国内産なんですけど、寒い地方のものを使うようにしてて、でそれがその理由の一つとして、寒い地方だと木の年輪が締まるんですよ。で締まることによってしっかり火付きがよくって、かつ火が長持ちしやすい炭ができやすくなるので。多分言ったらやってない本人が見ると、全く同じ作業に見えるんですけど、実際はその炭とか砂鉄、原料ですね、
原料が自然からできるものなので、全く同じものっていうのが一つもなくって、必ず同じ条件でできるっていうことがないんですよ。なのでその都度その材料に合わせてやっていかなきゃいけないっていうところが難しさの一つでもあり、面白いところの一つでもあると思ってます。じゃあ独学ですか？ほぼ独学です。師匠さんいらっしゃらなかったっていうこと？そうですね。夫が一応基本は教えてくれてるんですけど、文字とか、あと言葉ですね、そういったので教えてもらうだけじゃなくって、感覚として理解してないとやっぱり難しい作業。あとは目で見たヒント、耳で得たヒント、あとはその経験で得るヒントっていうのを全部駆使してやってる感じですね。今炎を見て音を聞いて、どの程度でわかるんですか？今の段階だと炉の中の温度があんまり高くないっていうのがまず分かるっていうことと、あとはちょっと火花が先ほどもう出始めてたので、ほんのわずかなんですけど、少しずつ今鉄ができ始めたなっていうのが一つと、あとは風の音がすごく今強い状態なので、しっかり良好いい風回りだなっていうのが今現状だと分かる。ちょっとやってきますね、作業。すいません。日本唯一女性の、村下さんで、今現在もそうですか？そうですね、今のところは現在もそうです。西の方にある金谷郷様っていう製鉄の女神様がいるんですけど、その女神は女性が嫌いだと焼き餅を焼いちゃう。はい、っていうので、女性は入ってしまうと、その女神が焼き餅を焼いていい製鉄、鉄を作れなくなるから女性は入っちゃダメですよっていう話が広がっちゃったんですよ。もともとは私、車の解体のお仕事をしてて全然関係ないお仕事をしてたんですよなんですけど、夫と出会って、夫と付き合って結婚をしたんですね。でその時にはもうすでに夫は刀鍛冶をやっていて、で最初は夫が私が今やってる製鉄の仕事をやってたんですよ。なんですけど、結婚してこの地に開業するにあたって、製鉄とあと刀を作るの両方やるのがちょっと大変そうだなっていうので、素人の私も当時すごく簡単そうに見えて、これだったらできるかもってやり始めたのがきっかけです。2、3年ぐらいかなっていう感じですね。もう1年目はもうほとんど失敗したり、偶然で成功したりっていうのを繰り返してた感じですね。このたたら炉の変化が常にあり続けるんですけれども、その変化に気づいていなかったのが、失敗の原因で、成功した時っていうのはたまたま何も分かっていない状態なんですけど、たまたまそれが一致しててうまくいってるだけ。その目の前で失敗した出来事が解決できないのが悔しいっていう気持ちが大きくって、なんで失敗すると私次の日にまたすぐたたら製鉄やろうとするんですよ結構本当は無理やりなスケジュールなんであんまり良くないんですけど、
まあ、なんで今思うと探求心の部分もあるかもしれないですね。なんで失敗したかを知りたいっていうような気持ちもあってやってたような気がしますね。デバ直近で急ぎなのがデバ6、マルギタエ5、三徳マルギタエ5。トギトギね。今どこまで作っとったっけ。めっちゃ鼻黒い。なんでだろう。粉が多いからじゃないかな。こすってんじゃね。こすってない。こすってない。今ここに火花が混じってるの分かりますかね。細く筋みたいなのが出てるんですけど、火花が出てるってことは間違いなく何かしらの鉄はできてます。こういうところで鉄ができてるっていうのを判断してます。ちょっと温度が高くなってきたなっていうのを感じたら、中に、ノロって言って不純物を出す工程になるんですけど、そのノロが溜まってきたかなっていうのを一回ちょっとやってみて、で抜いてっていうのを見てます。私なんかは結構勘でやってるタイプなので、今だって思った時にやらないと若干その勘のズレが出てきちゃいますね。今日本にだいたい170人から190人ぐらい、その刀鍛冶の仕事だけで生活していけてる人っていうのはもう30人ぐらいですね。その中でもこうやって製鉄からしてる刀鍛冶っていうのは3人ぐらい。その中でもおそらくナンバーワン。いいね。ジョバジョバ。いいね。俺は嫌いじゃないよ。状態的には。出過ぎてるわけではない。いつもの私と比べてっていうぐらい。悪くはないんだよ、だから。これはノウハウがないとできないんですね。経験とか本当に実際にやったことがある人じゃないと鉄を作ることができないんです。なので多くの他の刀鍛冶も自家製鉄に挑戦したりするんですけど、全く鉄ができない時があるんです。なのでみんな諦めちゃうんですね。で自家製鉄っていうのは温度が低いんですね。温度が低いのでいろんな成分が、混ざってるんです。それは鉄だけじゃなくていろんな砂の成分だったとかね、いろんな他の元素が入ってるので非常にユニークな面白い鉄が出来上がるんです。そういったものを混ぜることによってものすごい強靭な強度が出るんですね。なので比較的自家製鉄の鋼っていうのは頑健ですね。すごい頑丈です。
気持ちいい。誰が？そんなことない。昨日カラオケ行った。ご飯食べた後。夜子供たちと。はあ、いい香り。知らん。大好きこの香り。一生燻化してたい。この横を多摩川っていう川が流れてて、それはずっと昔は江戸の方まで流れてたんです。夏は暑くなると飛び込みに上から冷たくて気持ちいいんですけど上から御嶽山、東京がもう全部見れます。2つだけ3400円。さっき話したけど、上海って物価高いんだって。なんだっけな、1億上海ドルが日本の10億円みたいな。よく考えたらドルなんだね。ドルなんや。上海ドルって言ってたら。中国も行ってみたいんだよね。今日早く終わるかも。本当？調子いいの？なんかね、ちょっと火力高い気がする。僕が弟子の頃に作ったものなんで、初めて作ったものなんですよ。備前国っていうのが今のね、日本の岡山県です。僕の修行先が岡山だったので、刀鍛冶の師匠について5年間修行するんですね。まず3年間墨切りですね。で5年間修行した後は、今度文化庁、日本の文化庁っていうところが主催するその刀鍛冶の試験があるんです。でそれを試験を受けるんですね。で脇差しっていうサイズですね、こんぐらいのサイズの刀をだいたい1週間かけて作るっていう試験内容です。結構厳しい。全員受かる年もあればゼロの時もあります。山ちゃん、来年試験は受からんよ。120% 受からんよ。無理。これから死ぬ気で頑張るんだろう。イスカンダルに行って機械の体にも改造してもらわないとダメだ。はるばる望む。もう記念受験みたいになる。山田君、墨を見る目を養った方がいいの。なので、もう少しずつね、僕の仕事をもうとにかく見て、でそれをある意味盗んでね、自分のものにして、で少しずつ覚えていって、とにかく鉄とのなんていうんですか、対話というか、もうこの仕事はもう息をするように鉄とね、鉄叩きながらね、なんか火とにらめっこしたりするようなことが日常でないと、日常でも全然不
かにならない人じゃないと向いてないです。もう結構ね、今もう砂鉄も入れ終わって、あとは待つだけなんですよ。はい、なんで減っちゃっても全然大丈夫です。顔真っ黒になった。あ、でもそんなに目立たないわ。大丈夫。笑っとる顔が。嘘やろ。本当は目立つのにそうやって言っとるだけやろ。これやってる時はなんか例えば私結構その SNS の更新とかで携帯見てたりとかもするんですけど、の合間に意外とちらっと見てたりとかしたりとかして、やっぱり常に炎の様子だったりとか風の音だったりっていうのはもうヒントがやっぱりそこから得られるので、それを逃さないように常にずっと見続けて会話はし続けてますね。赤ちゃんに似てるんですよ、このたたら製鉄って。赤ちゃんって、泣くことしかしないじゃないですか。でもミルクだったりおむつだったりとか、そういったのをお母さんってなんとなくわかるじゃないですか。それにちょっと近い感じですね。炎の色とか、この炎の高さとか風の音とか、そういったいろんなヒントから、今こういう状況かなっていうのを探り当ててる感じなんですよ。赤ちゃん、おかえり。ママバッチリでしょ、真っ黒で。ある？楽しみだな。なんで逆を言うと構いすぎちゃうのも良くなくって、たまにその携帯とか見てる時にちょっと外に空気吸いに行ったりとかして、火の色のこの今ある色に目が慣れちゃうと、ちょっとした変化に気づけなくなっちゃうので、ちょっと若干距離を置いてもう一回見に来るとかっていうのも大事だったりします。お、溜まってんな。溜まってんね。いや、露呈がダメになりそうな予感しかせん。大丈夫だよ。無責任な。うわ、絶対行くよこれ。上がりそう、もうちょっとで。ちょっと危ないですよ。はい。でかい方は形もねすごくいいからね、これは全部入る。2割取れたら成功なんですよ。普通の人の倍ぐらい取れる。いやーよかったよかった。イエーイ